今年の中で一番良くないのって、8月の、はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気ですというわけで、今日は占いと時事 &2025 年8月の予言になっております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでございまして、恒例の占いと時事、そして8月の予言ということで、はい、お届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。7月もね、いろいろありましたけれども、まあね、8月もね、なかなかちょっと星回り的にもすごい感じになってるっていう話はいろいろしてますからね。なんでそのあたりもちょっと含めて、いろいろお届けできればと思いますが、その前に占いと時事からお届けしていければと思います。はい。ということでございまして、収録日7月の29日でございます。特に問題なければ7月31日、月末でございます。はい。ということで、一つ目からいきましょうか。これもすごい話でしたね。箕輪康介氏に不倫騒動。お相手 YouTuber 池ちゃん、活動を継続ということでございまして。あんまり騒いで欲しくなさそうなこと書いてたよ。そうですね。あんまりもうちょっと家族の問題だっていうことで解決したんでしょ？一応まあそうですね。まとまったっていうことではありますからね。まあね。なのでまあいいんですけども、どうでしょうね。まあ一応みんな気になるからね、公開情報。公開されてる運勢を勝手に占うっていうゲスで、同業者からも叩かれてしまうっていうようなことをしますか。なんてこと言うの？まあいろんなご意見ありますけどね。箕輪さん生年月日で見ると結構面白くて、異常監視ってやつで、結構特殊能力、想像力とか、そういう、まあ天才型に多いタイプなんですよ。でもそんな感じしますね。そう。だから面白そうな人だなというふうにも思いますし、今年特に、だから6月とか7月とかはそういう女性スキャンダルとか出やすい時期でしたっていう感じかな。じゃあまあ、空母だし。まんま。で、空母は確かにドンピシャですね。で、お相手の池ちゃんさんか。もう男性スキャンダルが出そうな年の、やばい月でしたっていう感じで、まあ別に、まあそういうことだよね、くらいの感じですね。占い的にはもう出やすいタイミングだったし、二人ともね。じゃあ積み上げてきたものが出ちゃったよと。そう。ここですかね。まあね、お互い話も落ち着いてるってことですから。だって、奥様も含めて解決してるんでしょ？奥様もなんか暴走というかね、僕はニコニコ X 見て、なんか素敵な女性だなって思ってましたけど。お綺麗な方ですしね。解決しちゃうんだったら。はい。ということでね、落ち着いていただければと思います。はい。じゃあ続いていきましょうか。二つ目でございます。二つ目はですね、これもね、X、Twitter でバズってますからね、音漏れが不愉快。はい。ミセスグリーンアップルさんのライブの方で横浜市に苦情相次ぐと。そう。知ってる人気らしいよ。何年前の話してるんですか？びっくりするようなこと言いますね。結成だ、せいだとかあるでしょ？そう。人気なんだと思って。本当に人気なんだと思って。本当に。周りもほら好きな人いるから、本当に大森くんって人気あるんだ。テレビでもバンバン出てますよ。ね、みたいだよね。本当ですよ。おじさんになったなってもう全然ついてからてのみたいな。世代間ギャップみたいなね。そう、あるよね。ね、ありそうですけども。今回ね、だから横浜の方で、山下ふ頭の方で野外ライブが行われたんですけども、騒音がちょっと音漏れひどいということで、一時期ミセスの騒音というトレンドになったってことらしいですね。本当に。なんかね、一部 S とかの話だと、なんか音響設備が、いわゆる通常25度ぐらいで設定してる気温が、なんだけど35度だったから、音圧とは変わっちゃったんじゃないかっていう説もあるらしいんですけども、まあちょっとね、大変な騒ぎになってしまってるという感じなんですけども、これだから、どうなんですかね、大森くんの運勢とかっていう感じで見れるんですかね？いや、それじゃ出ないような気はするんだけど、大森さんの生年月日入れてみたら、なんかね、松本人志さんと配置近くて、かっこいい松本人志さんっていう感じだから、すごいな、かっこいい松本人志。なるほど。なるほどなーって思って見ましたよ、僕は。だから人気になる人だし、カリスマもある人らしいってことですよね。っていうことだよね。今いくつなんだ、これ。多分ね、この4年くらい売れてるはずなんですよ。生年月日が合ってるんだったら。なるほどね。運勢はまっちゃんと逆かなとは思うけど、だから、2022から2025？今年までは、最初の人生の中での売れるピークだと思うよ。今が28歳、今年29歳になる。そうだと思う。で、次のサイクルの、なんか10年サイクルみたいにもう一回行っ
、さらに50代からもっともっと良くなるから、だから浮き沈みやりながら、北島三郎みたいに演歌の大御所みたいな、ポップスの大御所みたいになってくるのかな。ますますっていう感じですよね。俳優としてもね、今年映画でね、デビューされてらっしゃったりとか。全然いいんじゃないですか。48くらいから逆に楽しみなんで、今は若い時の売れる時期、ファーストって感じだよね。もう一回来るよ。多分10年後くらいに。なるほどね。人気のタレントさん、アーティストさん、やっぱりそのあたりね、もうこの時期ってのありますからね。やっぱり。だから、名もなき歌とかの10年後くらいに印とかじゃないけど。確かに。そう。そうですよね。だからそういう、だから。運の波ってある。ね、ずっと目立ちはするんだけども、その中でもさらに波っていうことですよね。なるほどね。まあ、今回のね、ちょっと騒動に関してはね、本当に、横浜市民で、ね、ちゃんと対策してもらえればっていうところではございますね。そうね。なんか、これを機に、野外とかでやるとき、都市部でやるときっていうののマニュアルが変わればいいんじゃないですかね。確かにね。夏とか変わってきてますね。そう。だから、これの運営会社とかの社長のチャートとか見たらわかるかなと思ったんだけど、わかんなかったから、なかなかとりあえず、大森さんだけ占いました。はい、ということでございます。はい。さあ、続いていきましょう。続いてが、鬼滅の刃。はい。映画の方が大ヒットでございます。無限上編。公開10日間で興収128億7000万突破。お、すごっ。あっという間に国宝が抜かれていく。いや、すごいことになってますね。やっぱり人気作品でございます。鬼滅の刃でございますけれども、まだまだ勢いが止まらずといったところでございます。さて、そうなってきますと、鬼滅の刃ですから、ここは作者さんですかね。そうっす。後藤芸小夜春さん。通称、ワニ先生でございますね。運勢とか、やっぱりちょっと見ていくのが。30くらいからずっといいっすね。30から。だから本当に鬼滅が流行ってきているタイミングにはやっぱりそうですね。30くらいから残り50年くらいずーっといいっすね。50年？もうじゃあずーっとじゃあ、鬼滅の仕事運だけどね。プライベートはちょっとわかんないけど、仕事運だけで言ったら孫正義さんみたいな流れなんで、成功者になりやすい配置で生まれてますね。国際的にもじゃあやっぱり活躍って感じになるんですかね。鬼滅一本でずっと食ってかれそうだけどね。確かに。ね、またね、新作とかもあればね、楽しみではありますけどね。まだまだ映画の方ちょっと。仕事運はとてもいい人です。はい、でございました。続いていきましょうか。これもね、今ね、ツイッターの方でね、なかなかになっておりますけども、元セクシー女優の三上優愛さんが着用されたウェディングドレス、ございました。これを着た、その写真に対して、結婚式の後の後撮りに着る予定だったんだけども、いや、ちょっとそれ、三上優愛が着るんだったら私着ないわっていうツイートが、これが大変な、波紋を呼びまして、いわゆる炎上というやつになってしまってると。いうことでございました。賛否両論ね、いろんなご意見があるわけでございますけれども、そのあたりね、言い悪いのはお話とかはちょっと置いておくといたしまして、三上優愛さんのこうなってくるとちょっと運勢的なもの、ちょっと気になるかなというところであるんですけれども、公表されている年齢とか生年月日が合ってらっしゃるんであれば、31歳。ですかね。来月、8月に32になると。タイムが、ちょっと変わるようなサイクルではあるのかなとは思います。5年ごとのあれが変わるような時期かなっていうことと、スキャンダルとか出やすかったりとか、燃えやすい時期っちゃ時期だったかなとは思いますと。ただ、来月8月か、誕生月は逆手にとってうまくマーケティングできるんじゃないかなっていうふうにも見えるので、この人にとっては、プラマイ、両方だったんじゃないかなっていう感じ。なるほどね。なんか、美の星がかなり強い人、強すぎるくらい強いっていう表現とか、なんて言うんですかね。美ですよ、美。だから、なんか良くも悪くもそういう人って燃えやすかったりもするよね。例えば、発言とかで燃えちゃう場合もあれば、なんか、スキャンダルとかじゃないけど、ワイドショーネタとかになりやすい配置では生まれてるのかなっていう感じには思いますね。なるほどね。じゃあ、もともとどうしてもそういうニュースというか、なってしまうところはありそうだなとは思いますね。なるほどね。なるほどな。これが燃えてるんですね。今ちょっとね。世間ではね。世間で燃えてると。なるほど。そっか。ありがとうございます。はい。はい。ということで、ございました。ね、いい感じ。そう。立花さんがなんか、敵中央で占ったけど、オーラすごかったっつってたよ。そうでしたね。なるほどね。ね、なんかね、実際に見てみたいですけどね、そんなにオーラがすごいんだったら。確かに、ちょっとね、こんな形なので、ちょっと見てみたいですね。ということでございまして、三上優愛さんのね、話題でございました。はい。そして、時事ネ
ネタとしてはラストでございますけれども、引き続き、石破首相。はい。はい。石破茂首相の話題でございます。あ、そっか。そうなんです。もう8月の予言とかでいいんじゃないわかんないけど、読むか、石破さんね。はい、一応ね、これ石破さん。前から言ってたよね。ずっと言ってます。そう。だから土曜に入る7月18日くらいまでは、まあいいだろうみたいな感じに言ってたよね。今年年運がまずこの人悪いです。ものすごく悪いです。そもそも。悪目立ちしちゃうし、人生の中でも結構きつい時期ですと。そんな時に首相ってどうなんだろうねっていう話をもう去年からしてますと。そうですね。で、そんな中でもまだマシなのが2月からこの7月の中旬あたりまでなんです。で、それを過ぎちゃうともう見る影もないというか、人生の中の悪い時期の悪い年の悪い月みたいな感じなんで大変だなっていう風には。来月8月の8日とか超えていくと悪目立ちの境地みたいになっていっちゃうっていう感じなんですよ。だから、まかり間違ってこのいつ流れるかわかんないけど、なんか談話を出そうとすると、もうだから向こう何十年にも影響あるような談話とか出しちゃいそうだなと。だって悪目立ちの境地みたいな瞬間が8月の中旬だったりするので。うん。だからどうなるんだろう。そうじゃなかったとしてもなんかね、リコールだなんだって揉めるだろうから、あ、この人にとって今とても大変な時期だなとか、占い師でこういう人が相談に来たらどうするかなとか考えちゃいますけどね。そうですよね。だってどう考えたって運勢悪いわけですよ。悪い。でも、本人は続投を表明してますし、周りからは退陣要求が相次いでますし。談話をしたいんだと思うよ。で、あれですね。だから河野談話とか村山談話みたいなの目指してんじゃない？石破談話。そう、石破談話。だから安倍さんの談話をなんか帳消しにしようみたいな。わかんないよ。本人の中では正義でやってんのかもしれないから。まあそうですね。この国がお隣と揉めないために必要なんだっていう気持ちかもしれない。だから戦ってるかもしれない。運の悪い時ってそういうなんかこうわーってなりやすいな。だけど、多分世間の評価はこの運だと悪い名誉、不名誉の境地みたいなことになるんだ。けどそれが総理大臣のポジションにいるっていうのがこの国の運勢にも関わってくるからどうなんだろうな。占い師だったら諌めるかなと思いますけどね。ですね。いろんなね、やっぱり意見ありますけども、どちらかというとやっぱりちょっともう退陣した方がいいんじゃないかっていうね、意見はね、それこそ本当にね、過去の首相の面々からも言われているような状態でございますから、どうなるのかというところでございます。どうなるかっていう感じですね。ということでございまして、時事ネタで5本お届けいたしました。さあ、ここからは8月の予言ということでございます。その前に、7月の予言の、振り返りを。予言の PDCA サイクル。回していきましょう。うちはちゃんと回しますから。はい。ということでございまして、いろいろございました。まずは7月の7日、天皇制の移動ですね。これで風の時代がどんどん進むぞと。その2日前に7月5日のね、ありましたけど、それはなんか違うんじゃないのみたいなね、とかはしてましたけども、つなぎがなかったですから、よかったですね。そういう意味ではね。なんもなかったんじゃないね。あったって言う人いるけどね。なかなかどうなんでしょうね、というところでございますけども。良かったですよ、外さなくて。ね、本当で。風の時代進むよということで、地政学的な変化、侵略とかあるのかなとか、またテクノロジーがね、どんどん進むのかなとか、そういうお話をしておりました。あとは関税交渉丸飲みしちゃうような流れとかもあるのかなとか、そんなお話をしておりました。テクノロジーのお話で言うんだったらば、あれですね、オープン AI のチャット GPT-5 の方法が公開されるぞという情報が出てきたので、これまさしくテクノロジーかなと思います。ね、いよいよ、歯くらいになるんじゃないかなとは思います。10年前にあった映画ね。ありましたね。だからそういう風な話もあるのかなというふうに思いました。で、その他お話しいただいてたこととしましては、18日から水星逆行がありまして、情報の混乱とかあるんじゃないかななんていうお話をしておりました。それから東洋の方で見た場合ですけども、分断とか、あとは、権力じゃない方が勝つというような話をしておりました。大衆側が勝つんじゃないかというお話をしておりました。この翌々日が20日、参院選。そうだね。なんと与党大敗、野党大進撃ということでございまして、これが権力じゃない方が勝つと言っていいの？そうだね。だから、もうちょっとだからさ、年運の動画とかさ、その他の動画合わせていくと、全部で俺言ってるよね。言ってます。そう。だから、参政党と国民民主強いよと、それから日本保守党も全然悪くないよっていうこと言ってたよね。言ってました。そう。言ってました。それからナショナリズムの台頭って去年の段階で言ってました。言ってました。はい。はい。テクノロジーの進化ということで言えばね、チーム未来さんが。そうだね。もう出てきたから象徴的だよね、やっぱりね。っていうところもありましたね。で、情報の混乱もさ、なんか、参政党がロシアからとかね。ありましたね。なんかいろいろあったよね。
ね。だからね、どこが何が正しいのかみたいな話とかもね、いろいろありましたから、そういう意味でも言ってたこととしては一致してるかなという感じがございました。まあ、よかった。怖いんだよ。外れてたじゃないかってなったらね。だって国民民主さんとかって、なんか、容認候補で、こう、支持率急落みたいになってたじゃん。あ、どうしようと思って、玉木いいって俺言っちゃったと思って。言ってましたね。そう。ドキドキしてたんだから。まあ、結果ね、しっかりとっていらっしゃいました。そして25日ですね、ここがまあ、トランプ大統領と、それから習近平国家主席の運勢的に何かちょっと象徴的なことがドーンとあるんじゃないかというところでございましたけれども、トランプ大統領に関して、それからまあ習近平さん、どうね。だから、アメリカの方で言ったら、オバマゲートとかロシアゲートの問題みたいなのがめくれるんじゃないかと。オバマゲートと、要は、トランプさん最初の大統領になった時に、ロシアゲートっていうのあったの覚えてます？ロシアゲート、ロシアが選挙に介入してるって、最近どっかで聞きましたね。そう。8年遅れくらいなんですけども。遅れてるから日本ってね。こんなんで8年遅れとかあるんだ。あります。もうなんかお父さん恥ずかしいからやめてみたいな。もうそれ8年前の遊びよ、みたいな。悲しい話なんです。そう。だけど、8年前あったんですよ。で、それで、要は、トランプが票を盗んだとかなんかいろいろ叩かれたんだよね。で、それをオバマさんが支持してたんじゃないかとかっていうのがいろんな調べてったらいろいろ出てきて、それが表に出てきてるっていう話だよね。なるほどね。なかなかちょっと大きな動きですね、それはね。習近平さんはどうなんですかね。習さんに関しては、だから僕はここ分かりにくいなとは思うんだけど、タイとかカンボジアのところで紛争みたいになったでしょ？ありましたね。あそこって中国のお膝元だから、なんか気になるなぁとは思ってるけど、今一応、停戦みたいになってるんだよね。停戦合意がなされました。だから荒れないでほしいよ。そうですね。まあ落ち着いてほしいなとは思いますね。あそこら辺かなとは思ってます。はい。ということでございまして、まあ今日29日にね、収録してますので、今日がまた月の回とちょうど起きてるところなので、まあこの前後なんかあるかなとは思いますけど、まあそれはまたなんかありましたらね、ちょっとお伝えできればと思いますけど、結構だからやっぱり僕から見たら一致してる感じだなということで、ね、PDCA サイクルしっかり回せてるんじゃないかと。大丈夫だよね。多分大丈夫だと僕は思ってて、いやまあ80点くらいで勘弁してとは思うんだけど、そうです。なかなかね、ズバッとバシッとっていう感じをね、求める方がいらっしゃいますけど。このくらいのものが良かったら、要は予言構文っていうのがあるんですよ。予言なんとかの時、抽象的な言葉を並べ立てて、ノストラダムスみたいにさ、1999年の父の月、空から恐怖の大王が降ってくるだろうと。その前後の期間っていう、アンゴルモアの大王がっていう、なんか、ありましたね。ああいうような詩みたいな感じで伝えてった方が、本当はこういう予言とかって得なんだけど、俺不器用でできないのよ。真面目にやってます。不器用でできないから、こういうのでよかったら、ですよね。こういうのでいいなって。なんか、あんまり夢を見せるわけでもないでしょ、だから、あんまり面白くないかもしれないけど。まあ、現実的な部分と、今後のね、予測で、ちょっとでも使っていただければと思いますので。ね、楽しんでもらえればって感じですね。はい、引き続きよろしくお願いします。といったところで、改めまして。8月ですよ。8月のね、こっちの方が大事なんじゃないかなっていう話もございますが、はい。いろいろございます。一体何が起きそうなのかお願いできますでしょうか。まず、インドで見ていいですか？インド占星術で。2025年の5月18日から木星の期間に入っていて、日本っていうのは資産の切り売りをしていくよ、みたいに話してたと思います。で、資産の切り売りをして、それの流れが始まったのが5月18で、9月の21まではそういう流れが続くよと。こんな時に関税のことが決まってくってとても不愉快だなって思いながら、まあ実際その通りになってきちゃってるかなっていう感じです。で、この中でも細かくあって、7月19から8月9日、動画ね、こうアップされる今の時期っていうのは、いろいろなんか世間も騒がしくなる。世間は基本的にはこの時期ゴシップで溢れるって出てたので、今日の前半に喋ってきたことと重なるかなと思います。結構ゴシップ多かったような気がします。そう。やっぱ分断の流れっていうのは、インドで見ててもあって。で、その後ですね、8月9日から、だいぶここも何が起きてるかわかんないみたいな流れが起きそうなんですよ。8月9日から16日っていうところですね。特にナショナリズムの観点っていうところと、そうだな、なんか国家みたいなところに関して、やっぱ戦後80年っていうところもあるので、ちょっと暗いイメージがありますと。暗いイメージと、まあ、一回リセットじゃないかな。なんかそういう感じはありますと。
で、8月16から26も、それを引きずってものすごく、なんていうのかな、反発みたいなのが出てきそうなので、石破さんやめないかもね。いやー、そうなっちゃいますか。なんか、戦後談話みたいなのは、どっちにしろ物議めちゃめちゃ醸すんだと思いますよ。だから、ちょっと怖いなと思って見てますけどね。で、26から9月3日に関しては、ここも外交でなんかお金のこと失敗するような感じに出てるんですよ。だから全然8月はやっぱ良くなく僕には見えているという感じです。あと、その他の星の流れ？そうですね。その他の星の流れ、ここまででも結構重たいですね。重たいね。実際トランプさんのね、関税も、ね、トランプ大統領が気に食わなかったら 25% にするぞみたいな話も出てますからね。大変だよね。だから、こっから総理大臣やる人かわいそうだよね。逆にしんどいですね。今の与党でも野党でもみんなやりたくないんじゃないとは思うけどね。家中の栗を拾うじゃないですけど。石破さんが拾ったけど、持ちきれなかったみたいな感じになってるよね。バチバチに。熱いもんね。なかなか難しいなとは思います。西洋で言ったら前から言ってる通り、カイト、8月9日10日作るんだよね。時代の転換点ってやつですよ。だから、良くも悪くも、その新しい時代の流れに嫌だよっていう動きが逆行してるから、変わるんですよ。変わるなっていうことが見えて、絶対嫌だみたいな。流れっていうのはやっぱり90が真ん中であって、8月の前半ぐらい全部かかってると思いますよ。それこそ戦後80年の終戦記念日も含めて多分大きくなんかそういう時代が変わっていく。要はテクノロジーとか分断とか地政学的な変化とかエネルギー問題とかなんかそういうのがクローズアップされていく。で、そんな中で今までが良かったっていうのを右も左も持ったりするんじゃないかな。なるほどね。やっぱりね、人間ね、今のままが続いてほしいって思うもんですからね。だからそれがかなりもう日本中というか、世の中全体、ガッとこうそういう流れがあるんじゃないですかね。政治はまあ分かりやすいじゃないですか。新しい新興勢力みたいなのが出てきてて、それじゃ嫌だっていう人いっぱいいるでしょ？そうですね。そう、だから、これ分かりやすいよね。あと、石破さんが居座ったりとか、変わったりしても、やめるなっていう人たちもいるんでしょ？そういうデモが起きているっていうのがニュースですごい流れてる。安倍やめろって言ってた人たちが今度は石破やめるなって言ってるみたいな、見たよ、俺なんかね。なんかありましたね。なるほどなって思って、その人たちからしたら、やめなかったら嫌だろうし、民意だけ考えたらやめてもらわなかったら嫌だったりするから、やっぱりなんかそういう葛藤は、政治は分かりやすいよね。分断っぽい感じありますね。AI とか、ね、トランプさんの政策とか、全部が全部、分かりやすく、なんかみんなが葛藤しようなことは起こるし、それが民間にどこまで影響あるかだよね。だって米そろそろ切れるんでしょ？なんかみたいな話もありますね。だからね、みんななんか上手に食料とか資産とか防衛してってくださいねっていう感じですね。なかなかちょっと厳しい8月にはなりそうな感じではございますね。緊張感のピークみたいなのって9月の頭だから、もしかしたら、要は今年の中で一番良くないのって、8月のさっき言った9日10日あたりを過ぎて、で、9月の8日あたりまでに何か僕はあるんじゃないかなと思うんだよね。特に9月の頭あたりかなとは思うから、もしかしたらギリギリ8月に始まっちゃうかもしれないと。どうなんですかね。政治的なことなのか、それとも何か災害的なことなのか。まだわかんないよね。液を振る？振っちゃいます？そうだね。じゃあ液振りますか。はい、お願いします。さあ今振っていただきましたけど、どうですか？災害はあっても弱いかなとは思いました。なるほど。もちろんね、日本全国いうね、どうしても災害が起きやすい国ではありますから、なくはないだろうけど。やや南かなとは思いますけどね。南って言っても日本って難しいよね。ちょっとね。なるほどね。というと、やっぱりそうなってくると、政治的な部分とか、経済的な部分かなとは思いますね。8月中は。8月中は。9月の時もう一回見ますよ。はい。ということでございますので、皆さん本当に気をつけていただければと思います。あっても火山とか火事くらいじゃないかなって火の勝利だったから、あとは相変わらず水害はちょっと注意なのかなとは思いますけどね。夕立みたいなね。どちらもね、やっぱりその連動するものではありますからね。特に夏の暑い時期ですからね。あとは東洋だとどんな感じですかね？東洋だと7月分断になってるでしょ？はい。8月も9月も分断なんですよ。引き続き。ずっと。で、今度は権力側が強いよ。
逆になるほどね。例えば、参政党さんがね、今回伸びられたということではあるけども、まあでも、ね、水星逆行も含めて、まだまだちょっと、攻められる部分があるんじゃないかみたいな話。それはずっとあるんじゃない ?8 月の上旬くらいまではずっと叩かれてると思う。水星逆行もあってね、11日まで続くから、それまではずっと出続けるんじゃない？だから8月1日あたりと11日前後っていうのはいろんなスキャンダルとか出やすいんじゃない？いろんな方に対してですよね。はい。東洋で見た場合だと、まあ引き続き分断だから。分断だね。分断だけど今度は大衆の逆襲じゃなくて権力による抑え込みみたいな要素が強いんじゃない？わあ、なかなかね、何がいいか悪いかというのはね、言い難いところではございますけども、まあちょっとそういったところも様子見つつというところですからね、それこそね、ちょっと経営されてらっしゃる方とかはね、その辺の様子も見て、いろいろご判断とかね、そうだね。された方がいいのかもしれないですね。はい。ということでございまして、今回は占いと時事、そして7月の予言の振り返り、そして8月の予言ということでお話ししていただきましたけれども、重たいですね。あ、そう ?9 月の中旬まではこんな感じじゃない？なるほど。だから始めたんだし、一応ね。確かに。だってさ、多分、7月の選挙とかも、ここでほら免疫打ってたから驚かなかったけど、なんか怖がった人も多かったんじゃない？結構ね、世の中の反応的には、あんな政党が勝つなんてとか、あっちが勝つのかとか、逆にまあ、与党こんな感じか、みたいな感じで、結構みんな驚いてるような印象はありましたね。そうだよね。だから、免疫できてよかったでしょっていう。ぜひ免疫代わりにつければ。そう。なんかね、世の中の流れというのをね、ちょっと少しでも参考にしていただければと思います。ということでございまして、この動画見ていただいてですね、まあちょっとでも参考になったよ、面白かったよという方は、ぜひとも評価、それからチャンネル登録、そしてコメント、ね、どしどしお寄せいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。他の SNS とかへの拡散とかもプラスになるらしいですので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。というわけでございまして、また次回いたしましょう。ありがとうございました。またね、頑張って続けます。